こんにちは、ジパング55のタカです。今私は東武日光駅に来ております。今回は奥日光にあるリッツ・カールトン日光をご紹介します。アクティビティ満載でリッツ・カールトンで唯一温泉施設を併設したホテルをたっぷりご紹介します。このチャンネルはホテル紹介を中心に各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるのでチャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきます。日光駅は JR と東武鉄道の2つの駅があり、どちらも徒歩で移動ができます。東武鉄道の前にはバスの停留所があり、日光東照宮や奥日光に向かうことができます。市営バスも奥日光まで出ていますが、本数が少ないので注意が必要ですね。今回宿泊するリッツ・カールトン日光は奥日光の中禅寺湖の辺りにあるため、ここからバスで30分ほどかけて移動します。宿泊者には事前予約制で送迎バスもあるので、雪の日でも安心です。奥日光は12月上旬から雪が降り出しているので、車で行く方は特に注意が必要です。送迎バス乗り場は駅から徒歩1分から2分の場所にあり、ホテルの公式サイトにも案内があるので分かりやすかったです。バスもリッツ・カールトンのロゴが入っているのですぐに分かりました。乗車するとお水をもらえました。車内では館内の紹介映像が流れていました。日光駅からはいろは坂を通って45分ほどかけてホテルに向かいます。本数は多くないので宿泊日が決まったら早めに予約することをお勧めします。車内でチェックイン手続きを行っていましたが、前の方に座っていた私は間に合わなかったので、ホテルで手続きを行いました。ホテルに着くと、名前を呼ばれて順番に案内されます。入り口から重厚感がありますね。近くには鐘があり、ゲストがホテルをチェックアウトして出発する際、スタッフが道中の安全を祈って鐘を鳴らすのが恒例だそうです。まずチェックイン手続きのためにバーに案内されました。館内は木目基調で落ち着きがありました。バーの壁にはお酒の瓶が一面に飾ってあり、壮観でしたね。ウェルカムティーは日本茶と甘納豆でした。チェックイン手続きでは各予約の確認などを行いました。季節に応じて様々なプログラムを用意しており、無料のものも多いです。どの季節に訪れても楽しめるのは嬉しいですね。人気のものは枠がすぐに埋まってしまいます。特に星空ツアーはいっぱいになりやすいので注意してください。それでは早速お部屋に向かいたいと思います。今回は中禅寺湖ビューの部屋にアップグレードしていただきました。玄関も広々しています。栃木県の伝統工芸である鹿沼組子をモチーフにした飾りがあります。部屋に入るとキングベッドの寝室があり、広々していますね。ベッドもふかふかで大きかったです。部屋は57平方メートルあるのでかなり広めですね。ベッド脇にはスピーカーがあり、部屋のライトも手元で操作できます。奥にはリビングルームがありました。窓も大きく、外の景色が綺麗に見えました。冷蔵庫はミニバーになっており、有料のドリンクが入っています。コーヒーと紅茶は無料で飲めるそうです。急須もあり、和も感じられますね。テレビは向きを変えられるので、ソファーやベッドの両方から見ることができました。机の上には栃木産のいちご、とちあいかが置いてありました。ウォークインクローゼットも広々しており、スーツケースも置けそうですね。部屋には浴衣とガウンがかけてありました。館内の袋もおしゃれで磁石で閉じられるようになっており、持ち運びに便利でした。引き出しにはヨガマットも入っていました。隣には金庫もありましたね。洗面所も広々しています。洗面台は2つあるので朝の準備に便利ですね。
洗面台の引き出しにはアメニティが入っており、歯ブラシやカミソリなど基本的なものがありました。化粧水などはなかったですが、頼めば持ってきてくれるみたいです。中央にあった台の引き出しにはドライヤーやバスタオルがありました。隣には綺麗なトイレもあります。洗面台の奥にはバスルームがあり、外の景色を望めるようになっていました。バスルームも広々しており、浴槽も深かったのでゆっくり入れそうです。大浴場も別であり、そこは温泉なのですが、部屋のお風呂は違うみたいですね。浴槽の脇にはバスソルトもありました。ベランダは雪が積もっていましたが、ソファーや椅子があり、中禅寺湖を見ながらゆっくりできます。季節に応じていろんな表情を見せる中禅寺湖を見れるのは気持ちがいいですね。今日は男体山の頂上も綺麗に見えました。今回はこちらに一泊します。ホテルのデザインコンセプトである奥日光の自然と調和する邸宅が体現された客室です。リッツ・カールトン日光はラウンジでの軽食提供がなく、マリオット・ボンボイのプラチナ会員以上特典である朝食無料もありません。プラチナ会員以上の特典はレイトチェックアウトや客室のアップグレードなどがあります。朝食はルームサービスでも注文できますが、高いものだと7800円ほどします。気になる方は注文してみてください。リッツ・カールトン日光はラウンジなどがない代わりに、先ほどご説明したようなアクティビティや温泉施設が用意されています。そういったものを活用しながら楽しむのもいいかもしれませんね。それでは続いて館内を紹介したいと思います。まずはフロントからご紹介します。フロントはロビーから直接見えないようになっていました。アクティビティの集合場所になっていることも多かったです。フロントを遮る壁には、以前この地にあった日光レイクサイドホテルに飾られていた絵も展示してありました。いつ頃描かれたものかは分かっていませんが、家康の遺体を日光東照宮に運ぶ様子が描かれているそうです。一人一人の表情も細かく描かれていました。中央の廊下を隔てて、ザ・ロビーラウンジがあります。広々しており、座席数も多かったですね。暖炉のある席もあり、雰囲気がありました。チェックインが混み合っている時間帯は、ラウンジも使って手続きを行うようです。中禅寺湖周辺の説明やアクティビティ紹介もしていました。ドリンクやアフタヌーンティーもいただけるようです。クリスマスの時期だったので、シュトーレンも販売していました。ギフトショップのような場所はなく、壁の一角にグッズが販売していました。日光限定のリッツ・カールトンライオンなどが販売しており、可愛らしいですね。奥日光は12月上旬でもマイナスになることがあります。外の木にはつららができており、寒さがよくわかりますね。それでは大浴場エリアをご紹介したいと思います。場所は別館にあり、客室から浴衣でも移動が可能です。通路は幻想的な空間になっていました。フィットネスジムもあり、基本的な器具は用意してありました。筋トレ用器具は少なめだった気がします。お水やタオルもあり、自由に使えました。大浴場は内風呂と露天風呂があり、サウナも完備していました。どこも広々しており、ゆっくり入ることができました。全体的に明かりが少なめで暗く、昼間でも見通しが悪かったですね。脱衣所にはお水やバスタオルが用意され、自由に利用することができました。化粧水、乳液などの用意もありました。大浴場近くには湯上がりどころがあり、ゆっくり休めるようになっています。お水も準備されているのが嬉しいですね。それでは、無料の館内アートツアーが開催されていたので、参加したいと思います。スタッフの方が館内にあるアート作品を紹介してくれます。何個かピックアップしてご紹介いたします。まずは別館にあるレイクハウスを紹介してくれました。レイクハウスでは、ミシュラン星獲得シェフ監修の洋食料理がいただけます。
栃木県産の新鮮な野菜、ハーブ、スパイスを使ったガーデンガストロノミーをいただくことができます。受付にあったアートは、釣りで使用する浮きを使って中禅寺湖を表しています。色が濃いほど深さを表しているそうです。かつて中禅寺湖の周りには大使館の別荘地が数多くありました。こういったレイクハウスのような建物があったそうです。レストラン内部もそういったレイクハウスをモチーフに建てられています。ちなみにイギリス大使の一人が日本で初めて中禅寺湖でフライフィッシングを行ったそうです。本館に戻り、飾ってあるアートをご紹介いただきました。こちらは鉄でできた赤いものという作品です。鉄を打つ際の赤さと奥日光の紅葉の赤を表しているそうです。こちらの描かれている墨の絵は山に登った際に感じたものを描いており、日光を表しているそうです。作者は須原直人さんという方なのですが、なんとこの絵を描いた当時20代前半だったそうです。そんな若い頃から認められ、リッツ・カールトンに作品を依頼されるなんてすごいですね。日本食レストランに飾ってあるアートもご紹介いただきました。通路には部屋にもあった鹿沼組子をモチーフにした鉄のオブジェが飾ってあります。受付には大きな益子焼の壺や墨で描かれた絵が飾られていました。見ざる、聞かさる、言わさるの3匹に加えて、思わざる、持たさるの2匹が加わった文鎮も置いてありました。店内には日光彫りの彫刻も置いてありました。ひっかきという先端が曲がった特殊な彫刻刀を使います。手前に引いて彫ることで力強く流れるような曲線を生み出すのが特徴的な彫刻です。店内は広々しており、天井にも鹿沼組子のデザインが施されていました。アートツアーは45分ほどで主要な場所を説明してくれます。時間があれば参加してみてください。それでは、先ほどご紹介した和食レストランで夕食をいただきたいと思います。懐石、お寿司、しゃぶしゃぶ、すき焼きなどがいただけます。今回はすき焼きを注文しました。ドリンクの種類も豊富でした。ミネラルウォーターでさえ4種類くらいありました。値段は1700円ほどしました。一番驚いたのは10万円するレモンサワーがありました。一体どんな味がするんでしょうね。私はオレンジジュースを注文しました。コースターも鹿沼組子でおしゃれですね。前菜はカニの甲羅に覆われていました。かぶ、宇都宮で採れたほうれん草、カニの泡を合わせた料理だそうです。あまり食べたことがない味でしたが、カニの風味がよく出ていて美味しかったです。お作りも提供されました。こちらがすき焼きです。お野菜もたっぷりあり、美味しそうですね。お肉は栃木県産の黒毛和牛です。卵もつやつやでした。お野菜やお肉は地産地消で、地元のものをふんだんに使っていました。お味は濃すぎず、かなり食べやすかったですね。卵につけると上品さがより際立ちました。量も結構あり、かなりお腹いっぱいになりました。ちなみにお値段は1人2万4000円ほどするので、かなり高級なすき焼きでした。周辺には昼間しか営業していないお店がほとんどなので、宿泊した際はホテル内で済ませる必要があります。締めにうどんを提供してくれました。その前にお腹いっぱいになってしまったので、一人前で頼んだら思ったより量がありました。ただこの麺がかなり美味しく、すき焼きのタレとよくマッチしていました。お腹がいっぱいだったのに、不思議と食べれてしまいましたね。デザートはみかんとアイスを使ったものでした。さっぱりしていて、食後のデザートにぴったりでした。皆さんも贅沢なひとときを過ごしてみてください。夜のロビーは薄暗く、雰囲気がありました。
暖炉の火がより際立ちますね。テラス席にも暖炉がありましたが、雪が積もっていたので、今回は利用しませんでした。奥日光は星空が綺麗なことでも有名です。ホテル周りは明かりが強すぎるため、あまり見えませんが、少し移動すると綺麗な星空を見ることができます。無料の星空鑑賞ツアーもあるので、よかったら参加してみてください。部屋に戻るとターンダウンサービスで、ベッド脇にお水などが用意されていました。机にはスナックとドライフルーツの用意もありました。夜の時間をゆっくり過ごせそうですね。それでは今日はもう休みたいと思います。おはようございます。雪は積もっていますが、いい天気でした。男体山も綺麗に見えますね。朝食は部屋のコーヒーと日光で購入したもので簡単に済ませました。気になる方は和食御膳を注文してもいいかもしれませんね。それでは朝のアクティビティで座禅体験があったので参加してみたいと思います。リッツ・カールトン日光では僧侶をお招きし、座禅のやり方を教えていただけます。画釈所蔵諸白語海遊虫頓人地重心語彙少々一切が今回三芸。おはようございます。日光東照宮の近くに日光山輪王寺というお寺がありまして、その別院であります中禅寺立木観音というところから参りました西賀と申します。少しの時間ですがどうぞよろしくお願いいたします。座禅体験ということで皆様にはお越しいただいておりますが、ここ以外のどこかでですね、座禅をやられた時のある方っていらっしゃいますか？皆さん、何かいらっしゃいますね。ありがとうございます。私こういう棒を持ってきました。座禅をやられてない方からする座禅のイメージっていうと、やっぱりちょっとでも動いたりするとこの棒でパチンと叩かれるというイメージが大変強いと思うんですが、宗派によってやり方が若干違ってくるんですね。基本的なことは同じなんですが、皆さんがよく映像なんかで目にする座禅の景色風景というのはほとんどが禅宗と呼ばれる宗派、曹洞宗とか臨済宗と呼ばれる宗派の座禅になってきます。でここは天台宗という宗派の座禅になりますので、そちらの宗派に比べると若干柔らかいです。なのでパチンと強く叩いたりということもあまりしませんので、安心して座っていただければよろしいかと思います。これについてはまた後ほど触れますが、座禅にはですね、大きく3つの柱があります。調心、調息、調心といいまして、まず1つ目の調心というのが整える体、調べるに身体の心と書いて調心です。足を組んで姿勢を正して手を組んで座っていただくことです。次の調息というのが整える息と書きますので、ゆっくりとした呼吸をしていただきます。そして最後の調心というのが音は一緒ですが漢字が違います。心を整えていただきます。それからもう一つはこの棒です。この棒、天台宗では棒の名前を禅定と言います。座禅の禅に杖と書いて禅定というんですが、曹洞宗とか臨済宗と呼ばれる宗派では全く同じものなんですが、棒の呼び名だけ違うんですね。啓作とか教作なんて呼ばれています。禅宗の場合は座禅をメインでやっている宗派になりますので、やはりちょっとでも動いたり姿勢が悪かったりすると結構な強さでこの狭窄を肩のところにパチンと入れるんですが、天台宗では足のしびれ、体のこり、眠気などを取るためにこの禅定を受けていただきます。それでは実際に座っていきたいと思いますので、姿勢を正していただきます。座禅の方法や目的など一通りの説明を受け、20分間座禅を組みました。そのままの姿勢で結構ですので、崩落を始めていきます。上人人未明百千万号南宋部が根検門特十字願芸如来真実にかにあらみた心行。はい、お疲れ様でございました。
皆さん今20分間の座禅をやっていただきましたが、どうだったでしょうか。短く感じた方、長く感じた方、それぞれいらっしゃるかと思います。短く感じたのであれば、おそらく相当集中していたんだと思います。長く感じた方は、やはりいろいろな思いがそれぞれあるのかなと思いますが、決して悪いことではないです。人生において揺れたり触れたりすることも必要な時がありますので、長く感じても決して悪いことではありませんので、ご自身を認めてあげてください。座禅の目的としましては、いかに雑念、煩悩というものをなくすことが目的でございます。お家で何かうまくいかないとき、イライラするなとかむしゃくしゃするなっていうときに、20分はちょっと長いと思うんですが、5分でも1分でもいいですから、この座禅をすることによってですね、気持ちが穏やかな気持ちにすっきりするかもしれませんので、ぜひ時間を見つけて続けていただければなと思っております。軽めの座禅でしたが、いろんなことを教えてくれたので、とても勉強になりました。無料なので、ぜひ皆さんも参加してみてください。それでは、最後に周辺施設をご紹介したいと思います。まずは先ほどの僧侶がお越しいただいた中禅寺です。こちらのお寺は、リッツ・カールトンの無料お散歩ツアーも開催しており、行き帰りの時間も含めて90分でお寺を案内してくれます。創建は784年でかなり古く、一本の桂の立木に彫られたと伝えられる立木観音が有名です。中は撮影できませんでしたが、中禅寺湖や男体山の綺麗な景色も見ることができますので、よかったら立ち寄ってみてください。続いては、日本三名瀑にも数えられる華厳の滝です。ほぼ垂直に水が落ちる豪快な滝で、轟音と水しぶきは大きな迫力があります。有料のエレベーターで下に降りて見学することができます。エレベーターからは少し階段の上り下りがあり、見学する場所は冬場だと凍結しているので、注意してください。最後はお蕎麦などを提供している観光食堂です。こういった観光地にあるお店は、値段の割には味がいまいちな場所が多いですが、ここはかなり美味しかったですね。私は日光名物の湯葉を使ったお蕎麦を食べましたが、味も濃すぎず、かなり美味しかったです。皆さんも昼食などに利用してみてください。ご紹介した周辺施設は、どこもリッツ・カールトンから徒歩圏内で行けるので、散策がてら立ち寄ってみてください。それでは今回のリッツ・カールトン日光、いかがだったでしょうか。季節に応じたアクティビティも多く、温泉でゆっくりできる最高お宿でしたね。皆さんも宿泊を検討してみてください。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。